90p で、レイアウト制作するんですけど、じゃあホームアクアリウムっていうのがあって、ちょっとかっこいいホームアクアリウム作ろうかなっていう、そんな感じのコンセプトなんですけど、流木どうしようかなと思ってかっこいいポンと見つけたんで、すごくかっこいい。ここまでかっこいいのはなかなかないかもしれないけど、最近のフォント結構形いいので、結構こういう枝ぶりの結構見るかなと思うので、すごいおすすめです。あれ 90p だと川さんの M、はい、全体が添えるの場合は計量1袋6リットルです。搬入が2ヶ月後なんで結構時間がないんですよ。なんでちょっと成長を早めるために今回ソイルアマゾニアを使います。アマゾニア使うと栄養が多いんで成長が早い。ただ苔のリスクとかも上がるんだけど、アマゾニアのバー2使えば栄養はアマゾニアよりは少ないけど、苔のリスクが低いっていうところがあるんですけど、今回ちょっと時間がないんで、成長優先でノーマルを。この大きいサイズはもともと枝ぶり結構良かったんですけど、中くらいのサイズとかでも結構いいのができてる。おすすめですね。終わったんで、ここから植栽していきます。最初は中継層でナノビアス入れていくんですけど、今回ゴールデン入れるのでちょっと特徴的かなと思います。でこれ2ヶ月後に大阪のイベントに搬入するので移動するので、中継にクリプトとか使えないと溶けちゃうから、だから今回ナノビアスを中継メインで使っていきます。構図だけ見ると結構強い構図なんですけど、これをちょっと水草は対して可愛らしいというか華やかなものを入れてて、流木の印象を水草で弱めていくというか中和していくようなイメージで作っていきます。中継層は背景とのつなぎなので、例えばこことか有形層の木をちょっと隠す役割でここにボルトがいたらないとできなくはないんだけど、ちょっと急すぎるかな。あとこれ植えるときはだいたいグリップのピンセットか、正直手でもいいですね。サイズこれちょっと小さめなんでピンセットでいくけど、もうちょっと大きかったらもう指で植えちゃった方がいいかもしれないです。
これはルドウィジアスファイロカルパですね。珍しい背の低いルドウィジアですね。光が強い方がより背が低くなります。結構珍しい育ち方するんで、ポイントでアクセントでいいと思います。まっすぐ植えないっていうのが分かるかな。斜めに植える、浮力が斜めに植えるんですけど、レトロスだったらこういうふうに持って斜めに植えるんですけど、基本的には丈短いんで分かりづらいんですけど、こういうふうに斜めに植えるんで、草が倒れてない方向にどんどん植えるのが邪魔にならない。有形層のすごい分かりやすいんですけど、こっちからこっちに植えていくのにこっちに倒すと植えづらい。そうです、でかい株を植えるとやっぱりその分ソイルをどかす範囲が広いんで、ここが持っていくときにこれはだいたいこう細いやつを手前に植える、でかいやつは奥に植える感じでやってます。コーナーって結構ね大事で、コーナーって隠したいし、一番高さがいい位置なんだけど、物件賞とかはね、まっすぐするっていいし、ボリュームを出したりする。こっちのパルスリスグリーンも縦にする。逆に言うと、パルスリスグリーンを僕にしたときに、パルスリスグリーンでこういう手前までのカーブを作るのは難しいなと思って。だからそこをカバーするために穴にだけど、いいです。完成しました。はい。お疲れ様です。お疲れ様でした。